エルデンリングのオープニングムービーは見返すたびに新しい発見に出会えます。なので今回はオープニングで見逃しやすいポイント、そして小ネタを紹介していきたいと思います。まず一つ目、マリカの服装と細かい演出。オープニングで表示されるマリカ。こちらのマリカの服装、よーく見ていただきたいんですが、実はこれマリケスの鎧の装飾と同じ衣装が施されています。色や装飾がマリケスの鎧とかなり似ています。マリケスはマリカの従者、英雄なので、こういったところでつながりが示されているのも楽しいですよね。あとよーく見るとですね、肩から両腕にかけて首のあたりですね、うっすらとひび割れているのがわかります。これは先日初めて気づいたんですが、皆さんは気づいていましたかね。おそらくですね、大半の男性諸君は初見時マリカの胸元に視線がいっていたのではないでしょうか。僕もその一人でした。なので初見は見逃しやすいポイントですよね。さらによく見てみると首のあたりですね、何か破片らしきものがパラパラっと散っているのもわかります。この一枚絵から感じるマリカの印象っていうのは、初見時は胸元と乱れた髪っていうところから結構エロス的な要素を感じていたんですが、何度も見返しているうちに自己犠牲とか全てを包み込むような、なんとなく包容力を感じるように僕はなってきましたね。割とゲーム中でマリカの言霊とかカジシのヒューグとかローデリカの言葉を聞くと、マリカのイメージは割と強気で傲慢で、そういったイメージ感じを受けるんですが、ところどころで愛情のような温かさをその話のニュアンスから感じ取ったりできるような気がするんですよね。これは僕だけなんでしょうかね。だから僕の中でのマリカのイメージっていうのは、言葉とかその話す言葉は強いんだけれど、その裏には強い愛があるっていうような印象です。エルデンリングは遊べば遊ぶほどキャラクターの表情とかそのイメージが変わっていくっていうところがかなり面白いゲームだなと僕は思っています。あとこの絵のマリカの腕がかなり綺麗に見せられてますよね。妖艶な感じで艶っぽい感じで惑わされますよね。こういったところもマリカの魔性の女感を演出していたりするんでしょうか。このあたりは見る人によってかなり印象が変わってきそうですよね。では次行きましょう。次はゴッドウィン殺害のシーン、黒き刃の陰謀の夜のシーンですね。この絵はマリカの次に表示されるムービーとなっています。ゴッドウィンの姿とマリカの姿がこれどうしても重なるような構図になっているんですよね。マリカもゴッドウィンもそれぞれが両腕を何かに拘束されているようにだらーっと力が抜けていて、髪も長く、そして金髪が右肩から胸にかかるようにさらーっと垂れています。そして両者とも背中に傷があって顔が見えないような構図になっているんですよね。正面から見た図か背面から見た図かっていうような違いになっています。これは意図的にやってるようにしか思えないんですよね。作り手側が作為的にこういう演出をしていると。一時ですね、僕の中でゴッドウィンイコールラダゴンイコールマリカ説みたいなものがあったんですが、ゲーム中でこれをつなげる要素、ゴッドウィンとラダゴン、ゴッドウィンとマリカをつなげるような要素がほぼほぼ見当たらなかったのでお蔵入りしていたんですが、オープニングでこれだけ示唆的な絵を見せられるとですね、ありえなくもないかなと思ってしまいます。ただ見せ方が似ているというだけなので解釈の仕方はいろいろあると思います。あとやっぱり気になるのがこのゴッドウィンの腕を持っている黒き刃ですね。この2人だけフードの下から長い白髪がですね垂れ下がってきてるんですよね。他の人たちは髪の毛も顔もしっかりと真っ黒で隠れているんですが、この2人だけなんか秘密がありそうなんですよね。以前ザメル騎士がこの黒き刃の陰謀の夜に参加していたのではと考察出したんですが、英雄として活躍していたこのザメル騎士なら古流戦役で英雄と言われていたゴッドウィンの腕を押さえる役目を仰せ使ってもおかしくはなさそうですよね。では次行きましょう。ちょっと話それるんですが、エルデンリングのオープニングって一枚絵がゆっくりスクロールしていって流れるというようなムービーになってますよね。歴代のソウルシリーズっていうのはゲームを始めると世界観を表す映画風のムービーが流れて、その後にゲームスタートっていう流れだったんですが、エルデンリングでは一枚絵を連続で流す紙芝居形式のムービーになっています。
エルデンリングのお披露目 PV とかではがっつり実写に近い絵作りの映像が使われていたので、今回もスタート時にはですね、ワクワクの映像を流してくれるんじゃないかと割と期待していたんですが、予想外の一枚絵で結構驚いた人もいたんじゃないでしょうかね。やっぱり初めちょっとがっかりというか、映像じゃないんだみたいな感じに思いましたけど、ゲームクリア後とかその時々でこのオープニングムービー見返すとですね、やっぱりいろいろな発見があって面白いんですよね。で、この感覚どっかで味わったことあるなと思っていたんですけど、つい先日博物館に行った時にこの感覚だと思ったんですよね。厳密に言えば美術館といった方が伝わりやすいかなと思います。これ絵画を見てる感覚にめちゃくちゃ近いなという感じがしました。エルデンリングのオープニングはもう絵画そのものを流して見せている。そういう風に勝手に納得しました。なんでしょう、その時に自分が感じていることとか、頭の中にある課題だったり、今まで体験してきた出来事によって見た時の解釈とかが微妙に変わっていく感覚があるんですよね。ゲームでこんな感覚、絵画を見ているような感覚を味わえる時代が来たんだなと、しみじみですね、僕は感じていました。そういえばゲーム中でも絵画表現って多いですよね。円卓とかストームビル城だったり、あとレアルカリア学院、火山館などには多くの絵画が飾られています。そしてゲームシステムとして風景画のモデルとなった場所、絵画の作者の魂を探す要素も組み込まれています。なのでこのオープニングムービー2日に1回ぐらいのペースで見てみるのもエルデンリングのおつな楽しみ方なんじゃないかなと思います。マニアの人はですね、それぞれのシーンを印刷して部屋に飾って毎日眺めてみるみたいなことをやっても新しい発見に出会えるかもしれないですよね。そんな話でした。本筋に戻しましょう。次はですね、汗人の祝福のシーンです。汗人の紹介シーンに入ると、一人一人に実は小さい祝福が描かれているんですよね。これは割と初見時見逃したというか、なんでこの光があるのかっていうのをわからない人も多いかと思うんですが、これは汗人が祝福に導かれているっていうことを表しているんですよね。ホーラルー、金仮面鏡、フィア、クソグイ、ギデオン・オーフニール、それぞれにしっかりと祝福の導きが宿っています。だからこそこのゲーム中では5人が狭間の地で出会うことができるし、どうにかしてエルデの王に近づこうとみんなあがいているように感じます。ただこの祝福そもそも一体何なのかっていう話ですよね。メリナの言葉では黄金時の祝福っていうのはかつて汗人がその瞳からなくしたもので、そして導くもの、そう聞いているとメリナは言っています。誰かからそう聞いたらしいですね。で、ゲーム中の導き、祝福の導きって巨人の火の釜までしっかりと導いてくれるんですよね。わざわざ黄金樹自身が自分を焼く火に案内してくれるっていうのは一体どういうことなんでしょうか。考えられるのは黄金樹自身が自らの命を終わらせて次なる世代の黄金樹に希望を託したのか、それともエルデンリングを砕いたマリカの意志が黄金樹の祝福としてプレイヤーを巨人の火の釜に導いたのか、または大いなる意志の導きなのか、いろいろ考えることもできます。僕的にはマリカの意志という解釈が一番しっくりくるかなと思います。マリカは過去にゴッドフレイから祝福を奪ったことがありましたよね。人々に自由に祝福を与え、そして祝福を自由に奪うことができたと考えられます。皆さんはどうお考えでしょうか。黄金時の祝福はゲームの仕様的にプレイヤーが迷わないように道しるべ的な役割も当然あったと思います。はい。今回は以上となります。まだまだ僕が読み解けていないこともありそうなので、今後も定期的にオープニングを見返していこうと思います。お相手はひもニートでした。ではまた。